だからイメージってやることが5、6個イメージできながらやっていけば自然にできる。5、6個のイメージを一気に具現化するっていうことかな。これほらね、いっぱいね。こっち今のやつは、ここで途中で切ることはしないんですか？ここまであることによって、はい、この枝枯れないんだよね。はい。あ、光に当ててて。でここまでいっちゃうと枯れちゃう場合があるんだよね。その、今後葉に埋もれて枯れていっちゃう。ここまで伸びなきゃここまで伸びなきゃいけないね。はい、でこれ全部こういう枝っていうのはストローク短いんだよね。節が。はい。節が短いと、出てくる芽どこでも当たるんだよね。だから例えばここにも芽ある。だからこっちが強くなってくればまたその時に切り返す。これだけ弱いとやっぱり懐までこっちに持ってこられないよね、怖くて。まだ。もっとほら頑丈でね。もうちょっと太ってきて。太ってからだね。そういう質問してくださいね。はい。俺が分かんないから。ナイス質問だね。もうほら分かっちゃってるとさ、説明しなくなっちゃうんだよね。はい。これ三つ股ね。すみません。これは上下にもあるじゃないですか。どっちか切ることはしないですか？これが同じ箇所じゃないからよし。よしとするんですね。今んとこね。でも今いいだけであって来年はダメかもね。あんまりガリガリやりすぎちゃっても問題あるよね。全部理想はいかないんだよ。ある程度の理想を全部型にはめた手でやっちゃうとそれは無理だね。ある程度こっちも向こうの言うことを飲んでやらないと。はい。例えばここの枝はここまで切りたいとか、ここまで切りたいとかはやらないんですか？やらないですね。今の時点でやらない。これだけ完成してると一部分だけそういうことはやらないよね。はい。ある程度完成してない木だったらそれをやるよね。ある程度完成してない木だったらそうやってがっつりいくこともあるけど、ある程度の完成がある木はそこまでやんないなっていう感じ。これなんかだとここ全部飛ばすよね。正面から見た角度とかね、ここでのこの枝の太さなんていうのは困るよね。そうすると、今ここでこんな感じぐりぐりしちゃってるけど、でここもいらない。でここワンツースリー、どこ残すかな。ここはねこいつだな。よいしょ。でこの後ねこうでこっち正面から見て、だいたいあと下枝から決めてく。下枝から決めてく。上の枝だと下枝を考慮した仕事、サイズが下に上だけでかくなっちゃうっていうことはないように、上からやって下枝の方が弱いんだから下枝からバランスを取っていく。結構だからね、この人うまいなって人はだいたい下枝からやってますよ。針金掛けも一の枝からかけるでしょ。だから形を決めるのにそうやって下枝から決めていく。わーって上からやってんだこの人ってやるなと思う。見解ですからね。全てこれが正しくはないとは思うけどね。正しいとは言い切れないけどね。それほど日々人の仕事とかそういうのを見ているわけでもないんで。ただこういうアーカイブスがあるとずっとこれが残るからね。そうですね。困りましたね。いいんだか困ったんだか。あの時5年後にはまるっきり違うこと言ってるかもしれないですから。見解が変わりました。そう、フェーズが変わるとね、見解も変わるからね。今回のね大臣だって昔ね民主党だったの自民党になって総務大臣やるもんね。あ、そうなんですか。ほら総務大臣さ、辞職して次の総務大臣がさ、
そうなんです、うん、別にここら辺は入れといても何の差し支えもないですからねここら辺でごついなと思ったら外す。結構こんな木でもね、結構外すんですね。外すよね。この木去年ね買ってまだフルでやってないんだよね。作り込みを、足りないんだよね。自分の作り込みがね。ここもごついんだよね。ここもごつい。ここなんかもねごつくて本来外したいんだけど、これそれ自体は外したいんだよね。もうそこ外そうな。そこから行くんですね。後ろと交差しちゃうんだよね。交差してもダメなんだよね。だとここがねごついんだよな。まあ3年かかるなまたな。だいたい3年見るんですか？3年見るね。枝作り。3年見るよ。最初に切り込んで自分ある程度追い込みで当たりをつけて3年見るね。2年、3年で早い方ってことですか？3年で早いかな。イラつくな。イラつくねって言ったの。納得いかないところがね。例えばこのボディとこのポテンシャルを全て生かしたいわけですよ。それなのに嫌なのがあると嫌だよね。前から見るとすっきりしたよ。本当だ。空間が空いて寂しくもなっちゃうけどね。しょうがないよね。これはいいんですか？それはねいらないんだよな。それももうほんとなくなってっちゃうんだよねまずいよね。どっかで止めれなきゃまずいわけで、まあ今年はよしとするかなっていうところもあるしね。それがなくなると今度これがごつくなるんだよね。だからまだいるかな。でこれも上はいらないけど下はいるからってもうちょっと短く徐々に短く、もう確実にいらないってとこは抑えちゃっていいわけよ。でもまたちょっと悩みどころだよねってとこは残しておいた方がいいね。ここの手前はもう最初の時点で切ったってことですかね。これはね去年買ってきた時から傷んでたんだね。それはねそういうことだね。いろんなファクターがあってね、ここもごつくなっちゃうんだよね。でこういう枝なんかも交差しちゃってるしさ、お客さん楽しんでやってるからいいんだけど、ただ評価はそういう評価になるよね。同じところからあるやつを排除していく。で今また粛々とね同じところに戻ってやってきます。結構針金かけなくてもアクション大きいでしょ。針金かけた方がねでも形変わるからね。これもちなみに楓は切らなければ冬針金にかけてもついてきます。大丈夫？ほら一部分だけやっちゃダメだよ。全体的に針金かければついてくる。どういう違いなんですか？一部分だとそこだけ弱っちゃうんだよね。そうですか。全体だと全体的に勢いをなくすんで、弱いところでも強いところでも勢いなくすから対応できるかな。例えばかけたいところって下枝が多いんだよね。頭の方よりね。頭の方一部分だったらいけるよ。下枝の方一部分は無理だな。伏せるぐらい、伏せるっていうんでも一部分だと傷んじゃうから。そっか。ね、二股ごついとこ抜く。目の多いとこ減らす。でこれも長すぎて二股。
嫌なとこから枝分かれしてる。これ目見ながらこの表面までは押さえられる。はい。で次にここら辺をね形成していく。これごついなと思ったんですけど、はい、変わりがあるところは取れるんですよ。変わりがないのは取れない。立て替える変わりとか、まあこの枝がなくなった時次この枝でフォローできるなとか、フォローがないのにいきなり切っちゃダメだよね。はい。フォローがあった上で切っていく。はい。もちろん、目が、楓は吹きやすいから目が吹くだろうと思って、切らないようにってことですか。目がないところで切らないように。いやだから楓は吹きやすいからやっちゃう人も多いんだよね。で実質盆栽やってて1本成功するとみんな成功したぐらいのことで喋る人もいっぱいいる。1本だけですからそれ成功したのと思いながら。そっか。そうだったんですね。例えばなんかでもね7割成功とかそういうのがあるんだけど、盆栽なんかの場合1本だけうまくいってさ、じゃあこれからそうしようって、いや1本だけだからってね。はい。なかなかほらデータをちゃんとしたデータとするためには時間もかかるんですよ。違う方を向いちゃってるのもまたこれを繰り返すわけですね。でここの難点ね、ここの上の取れねえ道具投げちゃダメだからね。道具投げないよね。道具は大事に。道具は大事に。こうでしょ。こうっていうのは左右に互い違いに出てきてるよっていうのを見ながらですか。違う、いろんなこうがあって。そうなんです。自分の納得してる。こう、まあ左右もあるし、向きもあるし。この向きで例えばこうふにゅってなっちゃってて、嫌だねって、こっちに戻すかっつって、一か八かここは吹いてくれればいいな。まあここのフォローがあるからそこまで切ってると。ここもこっちだなって。よいしょ。これ山ちゃんに一回教えるだけで他の人にみんな教えなくて済むなと思ってからやってるのがね。同じこと言わなくていいなってここで言っちゃうともうネット見てねっつっておしまいにするっていう説明をね。これだとほらみんな見返してくれるでしょ、分かんなくなったら。はい。でも一人一人にさ説明していくとさ、同じこと何回も言えるじゃん。今私の中に入ったのは、先端は二股いらない、懐から二股分かりする、そうで、だから先端でごついとこは排除して次のこういうところがフォローしてある。こういうのはやっぱ残しておくんですよね。残しますね、僕はね。美しく見えるために取っちゃう人もいますけどね。展示会用にね。はい。僕これ展示会用の手入れじゃないから。次につながる手入れであって展示会用の手入れじゃないよね。なるほど。次の完成に近づけていく。今ぐるぐるぐるってきてここまで上がってきたんだね、下からね。はい。これ枯れてるな。枯れてるのは弾力がなくなるんでパキンと折れます。はい。だから枯れてないとこ多少ぶつかっても折れません。はい。
本は上向きと下向きを取り、上向きは残すね。短くして。へえ。うん。なぜですか？ふわってするように。へえ。上向きがないとこういうところで上に向いて全体を放射状に見せるわけだから、上に向くのも角度がいるけどね。角度がありながら直角ではなくちょっとそういうように上がってってる上向きは必要だよね。確かにこれは残すんですね、この角度、だからこれだと億劫かなと思うから短めに切るとかね。だからこっちに向いてくれればいいかなって。下の方はこう間隔が大きいから上あってもいいけど、上は幅が狭いから、あんまり上があると、商品盆栽じゃなければもっと残すんだけど、商品盆栽の場合ストロークがないから、残すのもちょっとこの角度を見てあげて、こういうのは上行ってるわけでね。はい。でもここのバランスはちょうどいいじゃん。はい。これないとベタだとおかしいじゃん。はい、ベタってなっちゃうんですよね。ダメなんですよ。魚の骨みたいになっちゃって。はい。ある程度、ある程度そのボリュームはいるよね。立体のものだからね。そっか。そうか。そうだ。ちょっと上もやっぱそれは臓器だからですか？いや、小白でもだよ。下が揃うとみんな綺麗に見えるよ。ああ。大体。上はバラバラでも下が揃ってると綺麗に見える。上も揃えばよし。それに越したことはないけど、まず下だね。はい。なるほど。なるほど。なるほどね。長尺だね。今ここら辺斜めに切ってるところですよね。ここら辺は斜めじゃ目つぶし。こっちが斜め。こっちが斜めに入ったでしょ。はい。こっちは目つぶしだね。ここにある目をつぶしたんだね。そこから吹か、どの道でそこから吹かないよっていう。これはここの斜めはこっちには入るってことですよね。ここにも横にも入るよ。でもこっちには入らない。この上にも入らない。はい。こういうのはね、夏手入れしてる時にね、追い込んである場所だね。でここなんかはカエルならではね。目つぶしだね。目つぶして途中からの動物を狙うね。頭の方だから。これ下だとそれ効かないんだよ。下と上で3分の1ぐらいになっちゃうね、パワーがね。上だと 100% あるとこっちだと 30% ぐらいのパワーしかない。その上懐に入るとまた 3分の1だね。はい。パワーをイメージしながらやるんであれば。はい。頭の方だから目がなくとも切り込めた。それで懐から吹いてくれればなと。くれればなという思いで。はい。でこういうとこなんかも4個もあるから、でも2個もいらねえや、1個でいいやとかね。向きが違うから1個いいね。向きが使えるのは2個あった方がいいけどねって。ここで向き狙うよね。結構吹くだろうし、上だったら。そっか。でここなんかもごちょごちょしてるんだよなと思うと、残すのはそこかっていう。でこれなんかも今はいるか。今はいるかっていうのはあるよね。来年いらないかもねっていう。
こはぶつかってるからですか、こっちとね、でもこの角度で見えないんだよね、そこね芯の角度でね。だからまあ今年はいいかっていう。来年もうちょいこういうことやって、懐から枝分かれして、芽が吹いて枝分かれしてくれるといいねってイメージしながら、まだ家庭だなこの木はな。これは切らないんですか？どれ？これは切らない。今年は。今年は切らない。このボリューム的に。そう。来年は他のが出れば。他のここら辺から動木してくれれば、こっちがね、そこはフォロー入れるよね。今フォロー入るとこはないんだよね、それ切ったところで。それを切っちゃうとフォローがないっていうのは、これなんかだと例えば1、2、3こうあっても確実に落とすところなんだけど、こっち向いてるよりもこうのが合うよねと。そうすると1個。フォローがあるからできるよ。フォローがなきゃできない。これなんかも悩みどころなんで、こっち上で角度はいいんだけどごつくて、こっちは下で合うんだけど、ここなくなっちゃうと今度フォローがなくなっちゃうんだよね。だから今年はいいかと。これ全体は落とすのは、これ全体を落とすのもありだけど、それはまだ先だよね。今度ここら辺にフォローが入らなきゃいけないよね。空間が空きすぎるね。だからまだ使うでしょっていう。だこれなんかだと思って短め。この1、2、3ごついね。何回か見直しながらやっていくわけだ。ごついなとか。さっき言ったことがどのくらい遂行できてるか。一周したらもう一回見極める。嫌なとこいっぱいあるんだよ。切っちゃいたいなと思うところはねでもね、変わりがねえんだよなと思うとね、まだいるなっていう。ここら辺はねちょっとネガティブな部分が多いね、これはね。あとまあ針金でね、少しねこういじれればいじってもいいです。今フォロー見つけちゃったから、この1、2、3、4がフォローになるんで、今の箇所はごちょごちょしてるし、よし来年、今年の冬はこんな感じ。で大きな傷にはカットパスタするんですけど、カエデ巻きやすいんで、液状のカットパスタするとコブになっちゃうのね。だからちょっとこの固形のカットパスタをします。固形の方が巻きが緩やかなんでね。で埋まれば外れちゃうんで、固形のやつは。だから液体のやつは埋まっても外れないんだよね。そうするとそこで肉巻いてコブになっちゃうから、後でもう一回また削り直すっていう繰り返しだね。どないじゃどうですかね。ちょっと待ってください。ピンセットコブ切りの傷をナイフで切り直すとか、そうしますか？それはしない。やった方がいいと思うよ頑張れって俺はしないけどねしなくともまあいいもんですか？しなくても結果は出ちゃってるんで、例えば巻きづらい木だったらやった方がいいじゃん。巻きやすい木はいらないんじゃん。石井さんいるっつってた俺いらないと思うし分かった？見解です。見解のその人の見解なんで、なんていうのかな、説明としてはいりますよねだ手入んなかったりして面倒くせえんだよね。である程度の傷ってカットパスタしなくても埋まっちゃうから、ぶっちゃけ。
昔の人なんかはこう途中で切ってそこの肉が元の肉がこう巻いてきたらもう一回切り直すとかね、そういう切り方もあるよ。今俺は際で切っちゃうけどね、楓はね。はい、はい、出来上がり。じゃああとは写真見てね。はい、お疲れ様でした。